もしあなたがレトロゲーム好きなら、この作品についてこんな話を聞いたことがあるかもしれません。オリジナルダークソウルズ、死にゲーの元祖。北米版では十字架が別の形に変えられていました。そして主人公はキングアーサーではない、ただ名前が同じだけのパンツ一丁のナイト。どれも有名な話です。レトロゲームのファンなら一度は目にしたことがあるはずです。しかしその話はすでに多くの人たちが取り上げています。私が今更わざわざするような話でもありません。これらはすべて海の向こうから見たこの作品の姿です。調べればすぐにわかることでもあります。私が話したいのはそのもっと手前にあるものなのです。私は日本でこの作品を遊んだ子供の一人でした。タイトルは魔界村。英語の Ghosts and Goblins ではありません。40年が経って海の向こうの評価を知りました。先ほど取り上げた話も少年時代の私には知る由もありませんでした。しかしそのどの評価にも書かれていないことがあったのです。魔界村は私の目にどう映っていたのか、そして魔界村を通じて私は何を手にしたのか、当時の子供だった私の体験、そして40年後の私が今だから言葉にできること、その両方を一緒に確かめさせてください。まず画面を一緒に見てください。こちらに向かって歩いてくるゾンビ。これを見たとき、あなたはどんな印象を持ちましたか？何を感じましたか？空を飛ぶ中が空っぽの鎧。これはどうでしょう？何に見えましたか？そしてかの有名なレッドアリーマー。あなたにはこれが何に見えていたでしょうか？少し思い返してみてください。あなたが初めてこの画面を見たとき、そこに何を感じていたか。私の答えをお伝えします。当時子供だった私にとってゾンビは地獄から這い上がってきた亡者に見えていました。生きる者を地獄へ引きずり込もうとする者。空を飛ぶ空っぽの鎧は幽霊でした。持ち主のいない鎧を見えない何かが動かしている。無機物に取り付いた亡霊。そしてレッドアリーマーは赤鬼でした。主人公の行く手を阻み立ちはだかる赤鬼。どうでしょう？あなたの答えと同じでしたか？違いましたか？なぜ私にはそう見えたのか。今振り返ると理由がわかる気がします。私が育った日本では神道や仏教という概念があり、理屈として学ぶずっと前から妖怪や幽霊の話が暮らしの中にありました。それは特別な場所の話ではなかったのです。押し入れの暗がり、夜のトイレ、誰もいない廊下、暮らしのすぐそばに潜んでいるものと信じていたのです。本物かどうかもわからないまま。だから大人たちは言いました。悪いことをするとお化けが出るよと。妖怪や幽霊は恐れの対象であると同時に子供をしつけるための道具でもありました。今だと不思議に感じることではありますが、作り話だと分かっていても、どこかで本当にいるのかもしれないと信じてしまう。そういう心がありました。墓、暗闇、死やあの世を思わせるもの。その恐れを心に留めたまま、私は魔界村の画面を見ていました。だからゾンビは亡者になり、鎧は幽霊になり、レッドアリーマーは赤鬼に見えました。少なくとも私にはそうだったのです。さらにはタイトルもそれを裏付けているように思えます。日本のタイトルは魔界村。魔の世界の村。あの世、地獄、そういう世界を指す言葉です。海の向こうのタイトルは Ghosts and Goblins、幽霊とゴブリン。私は英語の文化に詳しくはありません。でも調べてみると、ゴーストもゴブリンも海の向こうでは暗がりや死を思わせる存在だと知りました。同じ画面に日本人は魔界を見て、海の向こうの人は幽霊とゴブリンを見ていたのです。入り口は違っても、どちらも死や恐れの気配を感じ取っていたのでしょう。同じものを見て
少しずつ違うものを感じていた。その違いが面白いと私は思うのです。先ほどお話しした私にはレッドアリーマーが赤鬼に見えていたという話。そのレッドアリーマーと実際に戦ってみます。見てください、この動き。まっすぐ来ない。飛んで止まってまた飛ぶ。こちらの攻撃を避けるように動く。そしてこちらの隙を見て突っ込んでくる。40年経った今でも私はこの軌道を読み切れません。そして当時の私にはこの動きがただ難しいというより何か意志を持って私を追い詰めようとしている。そんな風に感じられたのです。ゾンビもそうでした。このゾンビはこちらの立ち位置を全く考えてくれません。進もうとするとちょうどその先から生えてくる。倒してもまた別の場所から出てくる。まるでこちらが嫌がる場所を狙っているようにです。もちろんプログラムがそう作られているだけです。でも当時の私にはそこに悪意のようなものを感じていました。今振り返ると思うことがあります。私が感じていたあの怖さ、ただ難しいゲームという以上のあの追い詰められる感覚。それはもしかすると私が彼らを亡者や幽霊や赤鬼として見ていたからかもしれません。ただの敵キャラクターではなく、悪意や殺意を持ってこちらに向かってくるあの世の者たち。そう見えていたから、その動きの難しさがただの難しさではなく、恐怖と結びついて何倍にも感じられていたのでしょう。見え方が難しさの感じ方を変えていた。少なくとも私の中ではそうだったのだと思います。海の向こうでは、この作品がオリジナルダークソウルズと呼ばれることがあるそうです。確かに難しい。何度も死ぬ。それは間違いありません。でも私にとっての難しさは多分少しだけ種類が違っていました。数字やデータの難しさではなく、恐れと結びついた難しさ。あの世のものに追われる難しさ。同じ難しさを私は少し違う風に捉えていたのかもしれません。ここまでは画面の中を中心に見てきました。私が何を見て何を感じていたか。ここで一歩引いてみます。この画面の前に小学生の私がいました。その当時の私の様子を今の視点から言葉にしてみたいのです。まず知ってほしいのはこのゲームを遊んだ場所です。そこは友人の家で家族の居間でした。当時テレビは一家に一台、家族みんなのものでした。私が好きな時に好きなだけ占有できるものではなかったのです。そしてファミコンを持っている家も限られていました。みんなが持っていたわけではなかったのです。だからファミコンのある家には子供たちが集まりました。子供が集まる家、それはつまりファミコンがあったからだったのです。一つのテレビ、一つのゲーム、それを何人かで囲んでいました。全員が同時には遊べません。コントローラーは一つ、遊べるのは一人ずつ。だからルールがありました。残機を一つ失うごと、あるいはゲームオーバーのたびに次の子に交代する。魔界村は難しい。すぐに死ぬ。だから交代も早い。順番がどんどん回ってくる。その中で1回の順番で長くプレイできる子。つまりゲームが上手い子は尊敬の対象でした。あの頃の男の子は体の大きさや足の速さで比べられがちでした。その中でゲームが上手いということはそれに匹敵する一つの格付けだったのです。さらに特徴的だったのは待っている子供たちです。自分の順番を待ちながら人のプレイを見ている。すると気づくのです。あそこは飛べばいいのか。あの敵はあそこで待てばいいのか。人のプレイを見て攻略法に気づく。そして自分の順番で試す。それは一人では起きない何人かで一つのゲームを囲んでいたから生まれたものでした。今でいう共に作り上げるという意味の競争の場だったのです。プレイする子はその瞬間の主人公。待つ子たちは観客。人前でプレイするという見せ場でもありました。今はどうでしょう。テクノロジーが進んで24時間いつでもどこでも誰かのゲームプレイを配信で見ることができます。それは素晴らしいことです。
確かに便利で豊かになりました。しかし、同じ場所で一つのゲームを交代で遊んだ体験、それは今の配信とも4人同時プレイともオンライン対戦とも違うものでした。不自由でした。テレビは占有できない。コントローラーは一つ。順番を待たなければならない。でも、その不自由の中に、今では得難い高揚感と連帯感がありました。それはあの時代に確かに流れていた空気だったのです。最初に問いを立てました。魔界村は私の目にどう映っていたのか。そして私は何を手にしたのか。今なら少し言葉にできます。私の目に映っていたのは亡者であり、幽霊であり、赤鬼でした。海の向こうのあなたとは違うものを見ていたかもしれません。私が手にしたのは恐れと結びついた難しさ。そして仲間との交代で遊んだあの高揚感と連帯感。同じゲームを国を越えて遊んでいた人がいました。そして今、時代を超えて遊んでいる人もいます。でも目に映したものも手にしたものも同じだったとは限りません。それが40年後の今、私が確かめられたことです。最後に一つだけ私の心残りの話をさせてください。当時の私はステージ1すらクリアできませんでした。最初のレッドアリーマ、あの赤鬼を超えることすらできなかったのです。あれから40年、知識と経験を積んだ私は当時の私を超えられるのでしょうか。まずは実際のプレイをご覧ください。当時超えられなかったステージ1、最初のレッドアリーマ。すでにここまでで3回ゲームオーバーになっています。そしてまたも残機はゼロ。もう後がありません。今の私は自分の力で超えることができました。40年かかりました。でもあの時の壁を今度はちゃんと超えられたのです。ただ正直に言わなければならないことが一つ。ステージ2から最新環境ならではの機能を思いっきり使いました。あまりに難しくてセーブ&ロードがないと今の私でも無理でした。テクノロジーの進歩って素晴らしいですね。おかげでクリアすることができました。でもこれをあの時の私に見せたらズルだって言われそうですね。ステージ1を自分の力で超えられなかったあの時の私だからこそそう言うかもしれません。だからもしあなたがノスタルジー以外でこのゲームを本当に知りたいと思ってくれたなら一つ提案があります。できれば何人かで集まって交代のルールを決めて1時間でもいいからクリアを目指して遊んでみてください。4人同時プレイともオンライン対戦とも違う、セーブも巻き戻しもない。その不自由の中に80年代の子供たちが感じていたあの空気が流れるかもしれません。同じゲームに向き合った友人たちと感じた高揚感と連帯感は確かにあの時代にあったものなのですから。私はまだ研究者ではありません。こうして自分の記憶と海の向こうの情報を照らし合わせながら少しずつ確かめていく、その途中にいます。今日確かめられたのはたった一つのゲームの小さな話です。でも私には大切な一歩でした。このチャンネルではファミコン少年の40年後プロジェクトとして私の体験と独自の調査に基づいた話を続けていきます。次回は頑張れ五右衛門からくり道中。魔界村と同じ1986年に生まれたもう一つの作品です。X や概要欄も良ければ覗いてみてください。アカウントは概要欄にあります。最後にあなたに聞いてみたいことがあります。あなたはこの画面の中に何を見ていましたか？そしてこのゲームを通じて何を手にしましたか？よければコメントで教えてください。あなたの答えを聞いてみたいのです。それではまた次回。